組みやすく、ハイディテール、コスパ最高。さらに高可動域で多数のギミックを兼ね備えた中国のプラモメーカー ZZA 発グスを今回はウェザー。どうもダーティーです。今回は中華プラモのグスを初心に帰ってパチ組&簡単ウェザリングで楽しみたいと思います。Amazon さんでおすすめに表示されてかっけーと思って衝動買いしてしまいました。では一緒に作っていきましょう。フェーズ1、組み立て。今回簡易的なレビューも兼ねて作っていきます。まず箱なんですが閉まらないぐらいパンパンです。ランナーもぎっしりこんなにも。すごいランナー数ですよね。大きなパーツから小さなパーツまでハイディテールです。ただウェルドラインが割と多いような印象を受けました。気になる人は要塗装ですね。あと説明書やランナーに表記がないのですが ABS 素材のランナーもいくつか混ざっています。シルバーのランナーは落ち着きのある色合いで要所要所に使うのでしっかり金属パーツのように見えてくれます。小さいパイロットもしっかり造形されています。クリアパーツは2色付属していてブラックライトで光ります。そしてこのキットの目玉の一つ、バカでかいビームサーベルですね。頭身がまっすぐなものと湾曲したものと2つついています。というような感じでマスターグレードぐらいのパーツ数になります。で、ありがたいことに水転写式デカールが付属しています。水張りって書いてるからそうでしょうね。で、中国表記の説明になりますが、プラモデルに慣れてる人なら勘で難なく理解できると思います。では組んでいきます。まず毛糸を少し残してカット。その後型場ニッパーできれいに二度切りしていきます。あとは説明書通りに組み立てていきます。で、今回ボディの組み立て作業を見てもらいながらパーツ構成などこんな感じかと思っていただければなと思います。で、いつも説明ばかりなのでその間に少しお話しさせてもらおうかなと思います。いつも動画を見ていただきありがとうございます。そして初めましての方はようこそ。で、僕がウェザリングを始めて2年ぐらい経ったのですが、あれもこれもと挑戦していくうちに工程数が増えて一つのキットを作るのに結構時間がかかるようになってきたんですよね。なので今回は初心に帰って理屈抜きで純粋にプラモを楽しもうと思っての制作になります。いつも見ていただいている方には物足りないかもしれませんが、初めての方にはこれだけでいいのって感じでウェザリングを始める取っかかりになればなという思いで今回の動画を制作しています。前回の制作で魂を持っていかれたので息抜きっていう羽目もありますけどね。次からはまた新しい挑戦をしながらの制作を皆さんと共有できればなと思っています。で、いつもなんで今それ作るのとか友人に言われるんですが、ただ単純に作りたいからですしかないんですよね。なので制作リクエストとかありましたらぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。知らない作品に関しては僕はアニメなり漫画なりしっかり原作を見た後にしか作れないので時間がかかっちゃうかもしれないですけどね。あの戦闘シーンをとか主題歌が脳内再生されながら作る方が作品に熱が入りますからね。またリクエストじゃなくてもこの作品面白いよとかこんな機体好きそうというのがあれば教えていただければありがたいです。ちなみに今見てるのが初期のマクロスで、あれすっごい展開で今リメイクしてもウケるんじゃないのかなって思うぐらいしっかりした SF なんですよね。バルキリー作りたいとか言いながらボディの完成ですね。で、クリアパーツは2色から選択できるようになっています。
こちらバーニアにも使うんですが、発光がめっちゃかっこいいです。で、余剰パーツがこんなにも出てきます。クリアパーツは選択式なのでどちらかが余ります。で、バーニアやスラスターのランナーがそのままでもう1セット組めるので改造とかに使えそうですよね。シルバーのパーツもちらほら余っていて、パイロットは余剰分がありませんが、コックピットが何かに使えそうですね。こちらも全く使わないランナーがあったのですが、説明書には2枚とは記載されていないので、たまたま僕のだけが余剰ランナーが多かったのでしょうか。だから箱が閉まってなかったのかな。で、これで組み立て完了です。めっちゃいい仕上がりなんですよね。ボディパーツの構成を見てもらえばわかると思うんですが、かなり細かくパーツ分けされていて、MG と遜色ない仕上がりですよね。しっかり一つずつの面も出ていて、エッジも立っていますしね。で、走行など見える箇所はほぼアンダーゲートなんですが、この膝の部分と肩のシルバー部分、腕の裏だけはゲート跡が見えてしまいます。ただ全体的にすごく配慮されているなと感じました。そして膝にマウントされているのがハイパービームサーベルですね。本体と同じぐらいのサイズ感でかなりでかいです。腕にマウントされているのがビームサーベルで、こちらは先ほどの 70% ぐらいのサイズ感ですね。で、完成品をいじってる間に頭部も青のクリアパーツの方がいいかなと思って付け替えました。で、ガンプラの HG と比較なんですが、2倍ぐらいあって全高21センチとかなり迫力あるサイズ感です。パチ組みだけでこの仕上がりはすごいですよね。フェーズ2デカール貼り。では、付属のデカールを貼ってこのキットをもっと楽しんでいこうと思います。貼る箇所は説明書にある通りに貼っていきます。今回はマークセッターも使います。まずデザインナイフでデカールをカットして水につけてスポンジの上に置いていきます。デカールを貼る箇所にマークセッターをつけてデカールを置きます。位置調整をしてそれが終われば、まず余分な水分とマークセッターを綿棒に吸わせていきます。その後綿棒を転がして中の空気と水分を出していきます。この方がデカールが動きにくく貼りやすいです。あとは同じように貼っていくんですが、説明書通りに貼ると一部段落ち箇所のデカールがあります。ここは思い切ってデカールを半分にカットして貼りました。こんな感じの仕上がりです。貼り付け後ですね。白のラインが入ったり黄色の差し色がいい感じですよね。先ほどと同じようにデカールをカットして貼り付けている箇所がいくつかあります。それが終わればクリアパーツを外していきます。そしてデカールの保護のために半光沢の水性のトップコートを全パーツに拭いていきます。フェーズ3チッピング。水性塗料のガンダムファラクトグレーを使ってチッピング表現していきます。よく振った瓶の蓋についた塗料をそのままスポンジにつけていきます。そしてペーパーに塗料を押し付けて付着する塗料を調節していきます。これぐらいがいいですかね。では各パーツのエッジ部分にスポンジを押し当ててチッピングをつけていきます。で、今回は初めに言った通り単純にウェザリングを楽しむためにあまり理屈っぽいことは抜きで作業していきますが、あくまでかっこよく仕上げたいので少しだけポイントを上げておきます。ポイントは2つですね。1つ目はエッジ部分すべてに作業をしないことです。すべてにつけてしまうとただの縁取りになってしまうので、チッピングをつける箇所、つけない箇所を作っていきましょう。そして2つ目は濃い箇所と薄い箇所を作るということです。いわゆるメリハリをつけるということですね。
この2点を押さえておけば自然とバランスが取れると思います。仕上がりはこんな感じで、先ほどのポイントを押さえるだけでもいい出来だと思いませんか？で、このスポンジチッピングの作業なんですが、スポンジといってもいろいろありますよね。まず100均で買えるスポンジは結構粗めで大胆な感じでチッピングをつけれます。次はメラミンスポンジですね。かなり目が詰まっていて細かいので点描画のようなチッピングになります。で、僕がよく使うのがこの隙間埋め用のスポンジですね。先の2つのちょうど中間ぐらいのニュアンスのチッピングがつけれるので、今はこれを愛用しています。フェーズ4ドライブラシ。エナメル塗料のチタンシルバーを使ってドライブラシしていきます。筆はどこでも買いやすいであろうタミヤさんの平筆を使用します。瓶をよく振って塗料を希釈なしで直接筆につけます。その後ペーパーでほとんど塗料が残らないように拭き上げていきます。爪などにつけてどれくらい塗料が乗るかチェックしてパーツのエッジ部分にシルバーをのせていきます。で、こちらも理屈抜きで思うがまま汚していくんですが、先ほどと同じように全体を縁取るように作業してしまうとかっこよくないので、メリハリはつけていきましょう。こういう凸モールドやファンやダクト部分などにシルバーをのせておくとかっこいいですよね。マニュピレーターにもささっと作業すると一気にメカ感が増します。バーニアも雑でいいので汚していくとぐっと使用感が出てきますね。こんな感じです。で、筆で作業するこのウェザリングなんですが、多分難しいと思う点が筆目が出るところなんですよね。全部同じ方向だと不自然だし。ということで、こんな感じに荒々しくランダムな動きで作業してみてもいいかもしれません。かなり雑に見えるかもしれませんが、仕上がりはこんな感じでしっかり雰囲気が出てますよね。シールドも同じようにランダムにドライブラシしてみました。いろんな角度から強弱がついて自然な仕上がりですよね。バックパックは全体にうっすらとドライブラシすることによって真っ黒で見えにくいモールドのシルエットを立てるくらいにしています。ファイナルフェーズ完成。ではサクッと組み上げて頭をつけて、では完成です。どうぞ。では比較です。今回はパチ組みと簡単なウェザリング作業のみだったので大幅な変化はないですが、デカールにより情報量が増したり全体的にきれいめな汚しが乗ったという感じですね。もともとのキットの出来が良すぎるんですよね。本当にすごい。ではアップです。こうしてみると結構汚しているんですが、サイズ感もあってかなり自然にリアリティのある感じですよね。で、今回初の海外プラモだったんですが、めちゃくちゃ良かったです。まずかっこいいし、ヤスリがけなしでこのクオリティなので、組んでいるだけですごく楽しかったです。関節部分とかかなり渋いところはありましたが、何度か鳴らし稼働すればすんなり馴染んでくれますし、このサイズを保持するにはちょうどよく、どんなポージングをしてもしっかり決まってくれますしね。で、何か欠点ないのと不安に思う方もいてると思うので、
1点だけ挙げるとすれば、水転写式デカールの印刷の精度があんまり高くなかったことですかね。滲んでいたり歪んでいたりするものがいくつかあったので、悪い点を挙げるとすればそれぐらいですかね。それ以外は僕は完璧だと思うので、気になる方はぜひ一度手に取ってもらえればと思います。いかがだったでしょうか。今回は中華プラモのグスをパチ組み簡単ウェザリングで制作しました。で、こういうキットは映像作品とかがないので、宇宙での運用なのか、重力下での泥臭い汚しをとか、自分で機体の設定をしたり妄想して楽しめるのもいいところなんじゃないかなと思いました。で、この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。